100系のチェイサー、ツアラー V です。こういう車はね、オークションじゃ買えないんですよ。フルノーマルです。ライトとかめちゃめちゃ綺麗でしょ。はい、よし君こんにちは。こんにちは。1月7日水曜日4時17分、気温は8度の割には暖かいの。ちょっと暖かいです。はい、はい、やっていきましょう。はい、今日は水曜日ですよね。はい、火曜日、月曜日に東京は雪が降りまして、はい、結構雪がね、まあもうだいぶ溶けたかそうですね。っていう感じで、はい、そうですね。で雪を下ろすと同時にうちの子たちをみんなきれいに洗車して、でギリギリなんとか日が落ちる前に撮影できたと、はい、っていう感じなので早速やっていきましょう。はい、はい、大丈夫ですか？お願いします。僕の髪型も大丈夫ですか？大丈夫です。いい感じです。さっきすげえバカにしてたよ。いやいや黒髪から茶髪にみんなするじゃん。はい。で俺の場合もう白髪だからさ、黒髪にしてるんですよ。白髪染めをしてるんです。白髪染めが、そう。それが日に日に落ちてって、はい、茶色になってるだけで、茶色に染めてるんじゃないです。黒に染めてるっていうね。そうです。まあいいや、やっていきましょう。今日はですね、また100系のチェイサー、はい、ご紹介させてもらうんですけれども、はい、先に言っとくとフォーセールになってますが、はい、ごめんなさい、これね、昨日一昨日売れちゃいました。売れちゃってる。売れちゃったんですよ。はい、売れちゃったんですけれども、これお客さんからね買い取った車で、はい、でまだホームページ上がる前に、次のお客さんが決まって売れちゃったと、はい、っていう感じなんで、まあ動画撮らなくてもいいじゃんと見る人からしたらさ、そうです。売れたもん見せられたって話になっちゃうじゃん、はい、なっちゃうんですけど、はい、売ってくれたお客さんはこの YouTube をちょっと楽しみにしてらっしゃるということだと思うんですよ。でしかも車もねめちゃめちゃ綺麗で、めちゃめちゃ内容いい車なので、はい、ご紹介させてもらえればと思いますと。はい、でそれとさっき言ったように、ここ最近前もお話したように、その YouTube 上げちゃ売れ、 YouTube 上げちゃ売れで、車によっては YouTube 上げる前に売れてるっていう形で、実際 YouTube 出る頃には結構売れちゃってることも多いんですよね。はい、多いんですね、この車みたいに。はい、なので本当に本気で探してるお客さんなんかは逆に出てからお問い合わせいただくなど、実際はちょっと遅いので、まあ、早めにご連絡いただければ、なんかいい車があればお客さんに紹介できるかなっていうのがありますね。はい、で先に言っちゃうと、この車を買ってくれたお客様ももともとはあっちの車、白の方、これ前に紹介した車なんだけどさ、はい、これもお客さんから買い取りでもらったチェイサーなんだけれども、はい、こっちの方で初めお問い合わせをいただいてたんですよ。はい、そうでこっちの方で初めお問い合わせいただいてたんだけれども、はい、まあ言っても本当はマニュアルが欲しいんですと、はい、で予算がこれぐらいで欲しいんですと、はい、っていう話の中で、じゃあ今入ってくるのがこれとこれとこれがありますよって話をさせてもらって、はい、でこれが入ってきたので、もう入ってきたぐらいと同時に、見にいらっしゃってもらって、はい、でこれを買ってもらったと、一応そんな経緯になってます。はい、OK ですね。はい、はい、じゃあそんな感じで、もう売れちゃいましたが内容がいいのでご紹介させていただきたいっていう今日の動画でした。はい、で、こういう車がまた入ってくるかな、どうだろうな、分かんないですけれども、もしこういう車を狙ってらっしゃるお客さんがいらっしゃったら、YouTube を見る前にお問い合わせいただければ、こんな車探します、予算これぐらいですとかって言ってもらえれば、もしかしたら当てはまる車があるかもしれない、はい、でそれをご紹介できるかもしれないということで、ちょっとそれを含めてご案内させてもらえればと思います。じゃあやっていきましょう。本日もよろしくお願いします。お願いします。じゃあよしが改めまして、はい、今日紹介させてもらうのは、ちょっともう売れちゃったんですけれども買い取りで入ってきたとても程度のいいチェイサーという形でございます。はい、内容をお話しするとですね、これは100系のチェイサーですね。はい、もう聞くまでもないよね。の、グレードはやっぱりうちの会社なので、ツアラー V ですと。はい、で、シフトは純正のマニュアルですと。はい、で、外装をパッと見ていただいて分かる通り、横から見てもらってもいいですし、後ろから見てもらってもいいんですが、フルノーマルです。フルノーマル。はい。オーディオもノーマルです。エンジンスターターとかが前ついてたんだっけな、ちょっとよくわかんないけど、はい、まあ基本はノーマル、大きくいじってません。マフラーも後ろもいきますか。マフラーもノーマルですと。あ、そうです。はい。はい。という感じの1台があります。入ってきました。はい、やっぱね、こういう車はね、
オークションじゃ買えないんですよね。なかなか出てこない。出てこない。うん、出てこないね。今名前、社名、グレードまで言いましたよね。でシフトは純正マニュアルで、走行距離もですねまだ7万7000キロしか走ってないんですよ。あ、走ってないですか。そう、はでしかもワンオーナー車、すごいでしょ。い。それは確かに出てこない。出てこないでしょ。ですね。そうなんですよ。で、こちらの売っていただいたお客様はうちがね東京なんですけれども、はい。大阪京都の方のお客さんで、今で、YouTube を初め見てか YouTube を見てお問い合わせいただいたと。で、新車からもう乗って当たり前ですけど26年7年ぐらいですか、日。はい。乗られてる車で、ちょうど車検がね2月だったんですよ、来月ね。はい。っていうところで、買い取りを売ろうかどうしようかっていうところのお問い合わせいただいて、お値段これぐらいじゃないですか、これぐらいがいいなっていうやり取りと、あと車の写真を何枚かここ撮ってください、ここ送ってくださいって言って、値段が決まって、はい。で買い取りの際は実際に僕の方で、お客さんのところ新幹線に乗ってお邪魔させてもらって、はい。じゃあ行ったんですよ。京都まで。はい、行きました。行きました。そうだから訪問して、はい。でその場で査定をして、はい。でその場で金額を出して、でその場で売っていただけるお話になったので、はい。売っていただいて契約書を交わして、はい。でしかも、うちの場合は基本的にもう書類とか打ち合わせがしっかりできていれば、はい。その場でお支払いしちゃうんで、お金を。あ、そうなんですね。そう現金で渡すわけじゃないんだけれども、はい。ネットバンクからの振り込みはい。をさせてもらって、うちからは送金は基本的に当日即日で出ていくので、はい。お客さんの方の口座の方が例えばスマホとかで確認ができる口座とかであれば、その場で入金の確認もしてもらって、はい。で、その場で乗って帰ってくるという形でした。これだから新幹線で行ってその場で買ってそのまま乗って帰ってきた。はい。本当はね、ちょっとややこしいんだけど、その近くのオークション会場に運んで、はい。オークション会場の近くの陸送屋に運んで、はい。でオークションで買ってた車があるから、はい。そっちを乗って帰ろうと思ったのよ。あー。そしたらオークションの車がはいちょっと自走で帰るにはあまりにも不安な車だったので、はい。いやこっちの方で帰ろうっつってこっち帰ってきたと。京都から。京都からおそうすごい。一回ねこう寄って、いやちょっとこれダメだ、この車は乗って帰れない、オークションで買った方ね、オークションで買った方の車がこの車はさすがに乗って帰れんっつってこっち側を乗って帰ってきてっていう感じでやってきました。なので自走で600キロぐらい走ってきたのかな、500キロぐらいかなんだけど、やっぱ程度が良かったので、全然何の不安なく普通に乗って帰ってこれたという感じですかね。はい。で今さっき言ったようにこれ撮ってるのが2月の7日ですね。 7日だよね、はい。でこれお客さんから買い取りでいただいたのって12月末のお話なんで、はい。結構時間かかってるじゃん。そうですね。そうなんですよ。だからうちって結構そういったところでいうとちょっとのんびり屋さんで、買い取ったはいいんですけれども、でその後すぐうちの会社の名義にして、はい、でさっき言ったように傷をちょっと直したりとかして、はい、で、クリーニングも業者さんにちょっと軽くかけてもらって、はい、でさあ販売しようかどうしようかなと思ったらさっきのお問い合わせ来て、じゃあ見てみますかっていう形で売れちゃったっていうそんな感じでした。はい、だからこの車はさっき言ったようにホームページにもまだ上がってない、はい、そんな感じの車になります。そんな感じでした。じゃあですね、車の内容をちょっと外装の傷といいますか状態、細かい傷はねもう決まってる車なので、はい、拾いません。逆に言うといいところしか今回言いませんので、はいはい、なんといってもフルノーマルなので、はい、でしかもガレージじゃないんだけどね、カーポートとかで確か保管してたかな、はい、ライトとかめちゃめちゃ綺麗でしょ。わかります？純正ライトですよこれ。車外のライトじゃないですからね。どっちも綺麗です。どっちも綺麗でしょ。はい、であとここもこんなとこ見たってっていう話なんですけど、ここね、はい、結構ねゴムなんでちぎれてこうなくなってるチェイサー多いんですけど、ちゃんと残ってるんですよ。綺麗ですよね。綺麗ですね。そうで横も見ていただくと、もともと確かここら辺にちょっと傷があったんだったらちょこっとあったんだ、はい、でそれも全部きれいに細かい傷は直して、はい、もうピカピカになってるという形です。タイヤもノーマル、はい、後ろに関しても綺麗な状態。小傷ちょっとこれ磨けば落ちるかなって感じかな。はいはい、でこっち側側面もこんな感じで結構綺麗だと思うんだよね。綺麗ですね。うん、はい、でやっぱりね、屋根の下で保管されてた車っていうのはやっぱこういうところとか、あと塗装の状態とか見てもらってもくすみとかさ、艶の
残り方が全然違うんだよね。綺麗でしょ。相当綺麗ですね。そう、はという感じでした。じゃあ続いて内装いきましょうか。い。はい。ちょっとエンジンかけちゃうね。よいしょ。内装に関してもかなり綺麗な状態で、はい。ちょっとね、本当にちょっと浮きが出だしてるかなぐらいですけど、前期型はねどうしてもやっぱ浮きが出ちゃうんですよ。はい。なんですけど、これぐらいだったら全然いい方っていう感じ。っていうか全然いいっていうか出てないからね、はい、いいんですけど。であとここにもともとインダッシュのモニターがついてたんですよ、昔のナビゲーション、はい、であれも綺麗に撮れたので、はい、ちょっと後残っちゃってるけど、これぐらいで済んでるんで全然いいんじゃないかなっていうのと、はい、あとはやっぱり、このドアのこういう、カーボン調ですかね、はい、のパネル類、ここの運転席助手席のこのドアの部分はまだパーツ出るかな、ギリギリなんですけれども、はい、ここら辺とかも出ないので、ここら辺の中の状態を見ていただくとめちゃめちゃ綺麗じゃないかなと。はい、綺麗でしょ。綺麗ですね、はい、っていう感じで、走行距離が見ていただくと7万6000何キロ、7万6700キロ、7万6728ですね。はい、という形ですね。はい、後ろのシートもこんな感じですと。すごい綺麗ですよね。シミ一つないですね。はい、という感じなんですよ。エンジンルームも行きますのか。よいしょ。こんな感じですね。ちょこっとここら辺アルミの腐食、出だしてるかなぐらいなんで、はい、全然いいんじゃないですかね。綺麗な車です。はい、で特に異音もないし、こういうとこ錆もないし、はい、特に異音、振動、変なものないからね、はい、大丈夫です。こんな感じですね。だからやっぱりなんだろうな、うちなんかはねカーセンサーとか出してないですから、はい、ね、カーセンサーグーネットに乗る前の車、はい、やっぱ YouTube とかにも出てくる前の車、はい、やっぱそういうところにこういい車って結構眠ってるので、そうずっとネットをチェックするのもいいんですけど、やっぱり問い合わせをしたり、はい、お店ショップの方にちょっと足を運んでみたりメールをしてみたりして、はい、こんな車を探してますっていうのを伝えて、はい、でそれに近しいものが入った時に連絡が来るような関係値ができてるといいかなとは思いますよね。はい、やっぱねネット出る時ってちょっともう遅いもんね、と思う俺は、という感じの車でした。で実際にですねこれをご購入いただいたお客様は実はですね最終的にはねうちの会社では買わないんですよ。どういうことって感じでしょ。量販的なさすがところで、そうなんですよ、はい、お客さんいらっしゃってこの車見てもらいました、はい、で、お見積もり出したりいろいろ話をさせてもらったんですけど、はい、そのお客さんはねシルビアからの乗り換えなんだけれども、はい、シルビア買ったところのお店が、僕も実はね名前は知ってたお店なんですけど、はい、要は買った時にめちゃめちゃよくしてもらったと、はい、で整備とかもお願いしてるのかな、いずれにしてもちょっとそこでずっと世話になってると。だからどうしてもちょっとそこを外して買うのどうかなっていうのがありますっていうのが一つ、はい、でもう一つはそこの業者さんに、オークション代行とかでお願いしてたらしいんだけれども、はい、さっき言ったようにオークションでなかなかここら辺の程度のものって出てこないので、はい、もう本当に業者さんだったらお分かりの通り結構オークション会場の出てくる車のクオリティがもう日に日に下がってってるからさ、そうなんですね、それはもうオークションのクオリティが下がってるわけじゃなくて、はい、要はいい車が出てこないんだよね。ボロい車しか出てこなくなっちゃってるんで、はい、なかなか探すのも結構手間がかかるじゃないですか。大変だと思うんですよ、はい、っていうのがある中で、これ見ていいなとはいうもののどうしようかな、一応そっちの会社さんにもあるしなっていう悩んでたという感じだったんですよ、はい、でそれでお客さん帰った後にいやでもだったらそっちに量販みたいな感じでもし買ってもらって
はい、でお客さんがそこから車を買えれば、はい、要はね欲しい車が買えて、でちゃんとそこのお店でもお世話になれる。でかついつも言ってるようにうちはその業販全然ウェルカムなので、はい、そこの業者さんにもある程度ちゃんと商売ができるような形の座組が組めるんじゃないかなと思って、はい、でそれをちょっとメールで聞いてみたらどうですかって話をしたら、まあ、それで通してちょっと買えるかちょっと聞いてみますっていう話で、はい、まあ、話がうまくこう3人でまとまって決まったというような感じなんですよ。結構ね業販って業者さんによっては嫌がる業者さんもいるんですね。なんかそのイメージない？いや結構あります。あるよね。それは、はい、そうだよね。業者さんによってはいやいやうちは業販やんないよ、業販やるとしても店頭と同じ価格だよ。そうですよね。そう、はい、でも店頭と同じ価格で業販でもらってもさ、はい、そしたらお客さんにその分上乗せしなきゃいけないじゃん、利益をさ、はい、そしたらお客さんが損しちゃうじゃんね。これじゃメリットないよねって、まあ、メリットがあるのは売り手だけだよねって話になっちゃうから、はい、まあ、ちゃんとこうお客さんも業者さんもうちもまあまあうまく満足いくような形で座組を基本的には全部取れるようには用意してるので、はい、で今回のお客さんもそういう形で買っていただいたりとか、あと前にスタンス系のシルビアのシルバーのやつあったの覚えてる？結構ベタ車このさ、はい、あれも同じくなんですよ。同じような買い方で買ってもらったりとかしてて、はい、結構ねそういう販売の仕方もできるので、はい、まあ行ってもらえればと思いますという感じでした。じゃあヨッシー君、改めまして、はい、本日紹介させてもらったのは残念ながらもう売れちゃいましたけれども、平成9年式のチェイサーツアラー V、純正5速マニュアル車の、7万7000キロ、はい、ワンオーナー車、はい、もちろん修復なしですね、はい、っていう感じの車を紹介させていただきました。はい、残念ながら売れちゃいましたけれども、さっき言ったようにネット出る前の車もうちはたくさん持ってるので、はい、この車このぐらいの予算で探してますとかっていうのがあれば、もし当てはまるのがあればお知らせも一応できるはできるので、はい、まあでもお知らせ都度はちょっとメールするのは結構面倒くさいので、はい、本当に買う人とか、あとはまあインスタのストーリーとかで、まあダイレクトメッセージ送ってもらえば、そしたらパンパンパンってもう送れるんで、はい、メッセージもらえればと思います。はいはい、じゃあなんか質問あれば。はい、はい、このマーク2を、はい、チェイサーだけどね。あ、チェイサー。ちょっとやりながら、このチェイサーを、はい、ワンオーナーでこれ乗ってたということだと思うんですけど、売ってくれたお客さんね。売ってくれた方は、はい、ワンオーナーでこれ乗ってたっていうことなんですけど、で YouTube 見てたっていうことです。そうですよ。で僕のイメージは YouTube 見てる方って若い方のイメージがあるんですけど、はいはいはい、ワンオーナーでこれ乗ってたってことは若くはない。若くはない。失礼だね。20代とか30代ではないのかなっていう。まあ物理的に26、7年経ってるわけで、そうですよね。それをワンオーナーで所有してるってことは、20歳で免許取ったって40いくつじゃん。そうなります。っていうのありますけれども、はい、結論ですね。まあちょっと失礼ですけど若くはないです。僕よりも全然年上です。でも YouTube 見てください。そうね、はい、そうだね。意外とね実は。YouTube 視聴者層の方、うちの YouTube チャンネルは大体ね40歳50歳が一番多いかな。4、50代か。なんかこう若い子20歳10代とかが買う見てるっていうコンテンツっていうよりかは、はい、どっちかというとね4、50代の方が結構メインのコンテンツになってました。これは意外でしょ。意外です。そう、はい、なんで買い取りこの車もそうですし、実はもう1台買い取りで今日も取れないかな。まあ次回かな、はい、マーク2ちょっと1台買い取りいただいた車とかあるんですけれども、はい、僕よりも全然年配の方、そうだから結構そうだね、意外となんか50代60代の方も見てもらってて、はい、でそういう方が多分分かんないですけど、はい、ある程度やっぱちゃんとしたところに買ってほしいと思っていただいてお声掛けいただいたのかなとか、あとはやっぱりさ思い入れがある車じゃん、はい、だって新車で20年とかさ乗ったことないでしょ。俺もそうだけど乗ったことないもん。俺もなかなかでしょ。でやっぱり俺もじゃあいざ自分の GTR 売るってなったら、はい、やっぱり売り先考えるもんね。値段じゃないもんそれは。確かにそのまで絶対一括査定とかやんないから多分俺マジでね、いろんな人来てさ、はい、エンジンかけてやるわけじゃん、やっぱ知ってる人にやってもらいたいし、そうですね、でちょっと神経質なのかもしれないけれども、やっぱ思い入れのある車だとエンジンのかけ方、ドアの閉め方、はい、ボンネットの閉め方、はい、とかもやっぱ気になっちゃうからさ、だからそこはやっぱ値段だけじゃないところがあるのかなと思いますし、あとはさっき言ったように僕らね買い取った車は時間がある限り許す限りこうやって YouTube でちょっとご紹介させてもらうので、はい、まあそれがね売ってくれたお客さんにとっては一ついい思い出になるんじゃないかなと思いますから、はい、これを売ってくれたお客さんいい思い出にしていただいて、
次の車を買ってもらえればいいんじゃないでしょうか。はい、この車もあれをいただくときにさ、帰り俺乗って帰るじゃん。はい、で娘さんがいらっしゃるんだけどさ、はい、娘さんがこう手振ってたからね、やっぱその辺の思い出がそうあるじゃん。特にね、子供のだってワンオーナーで20何年乗ってんだから、はい、お子さん物心ついてからさ、ある程度こう思春期とか、はい、なんだどっかお迎えしてもらったとかさ、思い出があるわけじゃん。でそれをずっとこの車と一緒にやってきたわけだからさ、いいよね、そういうのをまあ大事にしたいなと僕も思いますから、はい、まあ一つうちで売っていただく理由の中で、こういう動画、これがね、この動画のクオリティがどうっていうのありますけども、こういう動画撮ってくれて喜んでもらえたらいいなっていうのもあって、ちょっと撮ってるのもあります。 OK ですか。はい、はい、じゃあそんな感じで、はい、で次回、さっき言ったように次回ね、はい、次回ね、これも同じくです。ちょっとまだプライス決めてないです。はい、これも同じくもう見てだけで分かるでしょ、程度の良さが。あ、これもまためちゃくちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗でしょ。めちゃくちゃ綺麗でしょ。透明。はい。さっきも何度も言いますけど、こんなのはやっぱオークションに出てこないんですよ。っていうのがあったりとか、はい、まあこれはちょっとこれからになりますけれども、ちょっと横からかざしてもらうと面白い色をしてますよね。わかるかな？いや、パールホワイトなのかなと思ったけど、なんか違うんですよ。違うんですよ。まあこれは交互期待です。これもチェイサーの、純正高速マニュアルかな。はい。これはね、多分ね、登場するのだいぶ先になると思う。ああ、そうですね。はい、ちょっといろいろ作業したいのと、はい、ごめんなさい、僕が手回ってねえっすっていうのがあって、はい、本当に動画のアップを一旦ちょっと中断したいぐらいな感じなので、はい、でもね、やっていかないといけないですから、やっていきましょう。はい、という感じでした。じゃあまた引き続きよろしくお願いします。今日はありがとうございました。そしてこれ売っていただいたお客様、本当にありがとうございました。買ってくれたお客様もありがとうございました。はい。